こんにちは、横山です。今回から数回にわたって実際にイカダでチヌを釣る具体的な過程、釣り方について説明します。説明にあたってですね、釣りの過程を4つに分けて解説します。寄せる、食わせる、合わせる、取り込むのこの4過程ですね。これ説明しやすいに分けるということもありますけどね、実際に現場で1日の釣りを組み立てるとき、それから1日終わって反省するときもですね、プロセスごとに分けて考えると分かりやすくなると思います。これとこれはうまくいったけどこれができなかったという具合にですね。で、今回はその1つ目、寄せの過程について説明します。これはですね、4つの過程の中で一番大事です。4つとも必要条件ですから全部大事なんですけどね、ただ最初の過程だけにですね、ここでつまずくとあともう何をやっても取り返せません。どんな名人でもですね、魚がいないところでは絶対に釣れないです。逆に魚がいさえすれば初めてでもまぐれでも釣れるということは十分ありえるんですね。かかり釣りっていうのは自分から魚に寄っていく釣りではなくて、自分はここから動かずに魚を寄せて釣る釣りですからね、まずチヌを寄せること、チヌを寄せさえすればあとはなんとかなると心得てやると良いと思います。はい。で、具体的にどうやって寄せるかですけども、ただ団子を打ち続けるだけですね。簡単ですね。かかり釣りでは一頭一頭刺し餌を団子にくるんで落とし続けますんでね、手返しを続けることで自然と足元にポイントが出来上がっていきます。気をつけとくといいのはコツコツやるということですね。一度にドカッと巻くよりも一定のリズムで打ち続けるということがいいと思います。1頭にかける時間はですね、団子投入から回収まで1頭3、4分ってとこですかね。冬や春の時期ですと朝一番生命反応がゼロでオキアミがかじられもしないということが多いと思います。こういう時は自然とペースが遅くなりがちですけどね、意識してペースを落とさず手返しを続けるということですね。で、逆に夏秋になりますとね、1頭目からさなぎ込んでも瞬殺というぐらい餌取りが高活性ということが多くなってきます。で、こういう時は逆に餌取りのペースに巻き込まれて回転が速くならないようにですね、落ち着いて手返しをするということですね。で、ただ意識してやってもですね、やっぱり実際に1日で必要になる団子の量というのは季節によって変わってきますね。私の目安ですと冬は集魚材2袋分10キロぐらいですね。で、春秋は3袋分15キロ、夏になると4袋分約20キロ必要ということになってきます。団子の使用量はですね、ポイントが出来上がった後の過程でも大きく差がついてくるんですけどね、もしその団子が途中で足らなくなるとか、逆に毎回団子がたくさん余ってしまうというようであれば、1日をいくつかに区切って、で区切った時間帯ごとに団子を打ち切っていくというやり方を一度試してみてください。どういうことかと言いますとね、例えば実調時間が朝6時半から夕方5時までの10時間半で桶3杯分の団子を持参したとします。でそしたら10時間半を3つに区切ってですね、朝6時半からですから10時、1時半、5時まで3時間半ずつですね。で、それぞれ決めた時刻までに桶1杯分ずつ打ち切るようにやるということです。途中にチェックポイントを作るということですね。途中で使い切れないなと思ったら仕掛けを回収するときに団子を余分に1個空打ちして挟んでいくとかですね、決めた時刻になったらその時桶に余っている団子をまとめて全部打ち切ってから次の桶に移るという具合にですね。で、逆に途中で足らなくなるなと思ったら手返しのペースを落としてみるですとか、団子が大きすぎないか見直ししながらやるということです。日によって状況は様々ですし、手返ししている間にもその状況も変わっていきますんでね、何が何でも持てた団子を全部打ち切らなきゃいけないということはないんですけどね、大事なことは手返しが途中でおろそかにならないように巻き絵を継続してしっかり足元に入れていくということ、それから一日全体の流れをですね、おぼろげでいいから頭にイメージしながらやる、それに慣れるということですね。慣れればですね、もう大体で自然にできるようになっていきますんでね、慣れないうちなかなかうまくいかないというようであれば、その時間を区切ってやるというやり方も試してみてください。はい。で、この寄せの作業をですね、いつまで続けたらいいのということなんですが、魚が寄るまでですね、小魚が寄るまで、そしてチヌが寄るまでですね、手返しをしていて毎頭餌が取られたり
全部取られなくてもかじられるだけでもいいです。糸をかじられるようになったらもうポイントが出来上がったと思ってください。夏や秋や朝一番最初から餌取りがいっぱいという時はですね、これはもう始める前からポイントが出来上がっていると思ってもらって結構です。ポイントができたというのはですね、餌取り小魚が足元に数匹居ついている状態のことです。魚の種類は何でもいいです。ゼンメでもカワハギでもアイゴでもゴンズイでも。ちっちゃいのが何匹か寄って団子の煙幕が落ち着いた後も次の団子が落ちてくるのを周囲で待つようになったらもうそれでポイントとしては完成ということですね。で、ポイントが出来上がってもですね、まだ手返しの手は止めません。稚魚が寄るまでは同じように続けていきます。でここから先はですね、やることは同じなんですけども、寄った小魚たちに餌付けするつもりでやっていくようにします。稚魚はですね、集魚剤や蒔絵の匂いにももちろん反応すると思いますけどね、一般的に魚が遠方の餌に気づくというのはまず匂いよりも音だと思うんですね。小魚が餌をついばむ音から尾びれを動かして反転して餌を取り合う音というのは瞬間全方向に広がっています。小魚が餌を漁る音がですね、遠くにいる稚魚の耳にも届くと思って、小魚に餌を与え続けるようにするということですね。で、最終的に稚魚が寄ったと判断した時点で、次の段階寄せる釣りからかける釣りに切り替えていくわけですけども、この判断の基準になるのはですね、ちょっとした変化です。例えばそれまで取られていた餌が残ってきたとか、団子が割れてすぐ取られていた餌が20秒30秒経ってから取られるように時間がかかるようになったとか、逆に残ってた餌が取られるようになったとかですね、団子あたりが突然出たとか大きなスレあたりが出たとか、変化というほどのこともなくですね、んとか今の何やみたいなですね、違和感程度のことも多いです。でいずれにせよ何かしらそういう違和感を感じたら本命が足元にいる可能性があると考えます。でここからいよいよ稚魚に刺しを食わせる段階に入っていくということなんですけども、この次の段階については次回、詳しく説明をします。季節や日によってですね、それぞれ状況が違いますんでね、餌取りが全然いないところに突然稚魚が来るということもありますし、変化や違和感をすっ飛ばして餌取りに混じってくることもあります。それはそれで結果オーライということですね。どんな状況でもですね、やることは同じです。団子をコツコツ打ち続けるということだけですね。はい。で最後にですね、稚魚の慈愛について、説明をします。稚魚はですね、四六時中腹を空かせているわけではありません。野生の動物というのは意外と食べない時は食べないんですね。特にイカダの周りにいるような稚魚はですね、さして餌に困ってないと思います。何の話かと言いますとね、餌を必要量打ち込んだ時点で稚魚が釣れるわけではないということです。もしくは稚魚が餌に気づいた時点で釣れるわけでもないんですね。で何かを警戒して団子に寄ってこないということもないと思います。背筋の時間にならないと食べないということです。餌に興味がない時間帯にはただただ興味がないんですね。でその稚魚が餌を食べるタイミングというのは我々釣り人には決められません。これは状況に合わせて稚魚が決めます。おそらく朝夕の時間帯とか何時間おきにという時間の問題、それから潮の流れとか水温の変化、これが決め手になるんでしょうね。でその時が来るとそれまで餌に見向きもしなかった稚魚が餌取りに混じって餌を漁り始める、これがいわゆる慈愛ということです。ですからイメージすべきはですね、まずはその慈愛に間に合うようにポイントを作ってで稚魚にそのポイントを認識させておくということですね。例えば船頭さんから昼頃まで早い時間帯に釣れるよって聞いた日はですね、最初の3分の1の時間帯で持ってった団子の半分を売ってしまうとかですね。でポイントが出来上がった後はですね、餌取りが離れていかないようにポイントを維持しながら慈愛の到来を待つということですね。はい。はい、以上です。これぐらいですかね。今回寄せの過程について説明をしました。次回はですね、今日の続きですね、食わせる過程について説明したいなというふうに思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。